うございます。1時間のウォーキングを終えて帰ってきました。全身汗でベトベトで、普段だったらシャワーを浴びるんですけど、後でちょっと全身タオルで拭いて、服も今日は洗濯したいと思います。頭とか洗えないんで、完全にすっきりしたわけじゃないんですけど、ベタベタだったので、まだだいぶマシになったかなと思います。で、着替えたのはブラと T シャツですね。これがリアルなところですね。気持ち悪い。2回目ですけど、まだ結構濁ってます。はい、改めておはようございます。7時半になりました。もうすぐ24時間ですね。ちょっと軽くアンモニア臭みたいなのがトイレからしてきました。やっぱりダイソーの防臭袋は半日とから1日ぐらいだと思っといた方がいいと思うんですよ。今度2回目はボスの袋でチャレンジしてみようかなと思うんですけど、今回は1週間続けてダイソーの一番安い防臭袋でやってみますけど、ギリギリもうあともう少しで8時で24時間だったんですけど、ちょっとトイレで台がしたくなってきました。ちょっと匂い問題が怖いんですけど、これからちょっと台をしてみたいと思います。はい、トイレ終わりました。で、ここからはちょっと苦手な方がいらっしゃると思いますのでお気をつけください。実際1日トイレを使った状況をちょっと見てみたいと思います。はい。こんな感じで、小が3つ、大が1つの4つの袋が入ってます。で、近づくと軽く、なんかちょっと匂うんですけど、まだトイレの匂いっていうほどのはっきりした匂いじゃなくって、ふわっとした獣臭みたいな、ふわっとしたのが匂います。このペットシーツは10枚入りなのが、だいたい1日で5枚使ってるので、1日5セットあれば、普通の健康状態であれば、いけるっていうのが分かりました。あと、やっぱり、台をした時には、このウォシュレット絶対必要ですね。生理中も絶対欲しいと思うんですけど、ただ拭いただけだと絶対全然綺麗にならない気がするんで、私の場合は。絶対この携帯ウォシュレットは私は必須ですね。携帯ウォシュレットについては、ちゃんとした動画に1本にまとめようと思ってるんですけど、私は4つ持ってまして、そのうち今回の実験で使ってるのはこの2種なんですけど、これが100均でダイソーで買える100円のやつです。で、これだと結構水の量たくさん入って、便利なんですけど、あんまりこれ勢いがないんですよ。水圧がないんですね。で、こっちの Amazon で買える携帯ウォシュレットは、もうこれで私1年半かな ?1 年以上使ってるんですけど、かなり使い心地が良くて、これおすすめですので、また概要欄とかブログとかにリンク載せておきます。もう2種類買ったんですけど、もう1種類の方も形とかデザインとかがおすすめなので、それはまたこれ携帯ウォシュレット特集の回の時にちょっと詳しくお話しします。絶対ないよりはあった方がいいんですよ。特に生理中とかもティッシュで拭いただけじゃ絶対落ちないじゃないですか。引き伸ばして、こっからお水が出る携帯ウォシュレットなんですけど。で、これだと、災害時電気が止まってても、ウォシュレットが使えるっていうのと、キャンプ行く時とかは常に持ってて、で、外のウォシュレットよりは、できるだけ自分の持ってったウォシュレットを使うようにしてます。災害時に、私は、1個はもうこのダイソーのやつでもいいんで、1個は持っといた方がいいと思います。股間のかゆみとか、なんかデリケートゾーンの
なんか不衛生なのって女性が特に気持ち悪いと思うんで、これでお水を使ってケアする。優しくティッシュとかで拭いていただくと、今日私も2日お風呂に入ってないんですけど、全身拭いて、こういうので股間をちゃんとケアして、ちゃんと着替えれば、全然今のとこまだ2日目でそこまで気持ち悪くなってないので、これはおすすめです。これ、ダイソーの USB 延長コードで 2.5 メートルもあるやつなんですよ。で、これを、全デュアのポータブル電源につないで、で、これでライトにすると、これで夜のトイレの明かりに、ここにこうやってぶら下げとけば、全体が、ぼんやりと明るく照らせるくらいの光量はあります。この100円セット、200円で手に入るので、これは防災マニアにはうってつけのアイテムじゃないかと思います。これ、まだ 100% なんですよ。昨日の夜7時から今日の朝4時ぐらいまで、何時間かな？結構長い時間使ってるんですけど、1% も減りません。だからこの防災セット揃えておくと、災害時に電気の心配が減るんじゃないかと思います。今体重測定したら、だいたい昨日から1キロ減ってました。普段どれだけ水太りしてるかって感じですね。2日目8時15分になりまして、お粥は食べたんですけど、もう全然お腹が空いてるので、今朝はこのバナナチップを食べようと思います。これもね、100均で1袋100円で売ってるやつです。今朝26度で 84%？ 湿度がめっちゃ高いせいか、すごい体感暑いですね。やっぱり台をした後、匂いがちょっとずつ気になってきたんですよ。なのでちょっとこの20リットルのこれもダイソーで買える消臭袋なんですけど、昨日のトイレの分はこの黒いビニール袋の中にまとめて入れて、で一回袋を閉じて、で三重の袋にしてみようと思います。でも匂いがするって言ってもこの距離じゃなければ全然大丈夫なレベルです。だから10メートルとか離らかして置いておけるんだったらダイソーの袋だけでもいけるかもしれないんですけど、ちょっと今回1メートル程度のところで私生活してるんで申し訳ないんですけど、さらに袋を1つ加えさせていただきます。これが昨日の1日分のトイレです。すいません。なのでこれからちょっと45リットルの袋はやめて、毎日この20リットルの消臭袋にその日した分を入れたら、もう1日1袋でさらに何重かに重ねていく形にちょっと変更しようと思います。今日ぐらいの匂いだったらまだ全然余裕かなって思ったんですけど、気にする人だとそろそろ1日ぐらいできつくなりましたね。これはいい経験だなって思うんですけど、今まで車中泊とかキャンプとかしてて密閉容器に入れてたので、匂いが外に漏れてくることはなかったんですよ。防臭袋に入れただけだとちょっとずつ匂ってくるってことが分かったので、最初にトイレする黒いゴミ袋の上に1枚消臭袋を入れて、さらにそれをもう1枚の消臭袋に入れて、結局1、2、30にして、これで7日間ちょっと続けてみようと思います。初日に着てた服を洗濯してみたいと思います。あらかじめこの胸のパッドはもう外しておきます。これがブラだったものですね。パッドを抜くと本当にただのペラペラした薄い布になります。それとこれですね、ワンピース、昨日着てたやつです。でこれをなるべく水の消費を少なめに洗いたいんですけど、昨日使ってたクールタオルあるじゃないですか。一晩で完全に乾いてるんですよ。でこれもついでに濡らしてきます。やっぱり首を冷やすとかなり気持ちが良くなります。お水はまだそんなに濁ってませんので、ここにブラとワンピースを入れて、で1本丸ごと入れたんですけど、やっぱり足りないですね。
これね、洗濯に使う水が一番多分多いんだと思います。2本目を入れていきたいと思います。1リットルですね、これで。はい。あ、もうすでに水が漏れてきとる。穴が開いてきちゃいました。あんまりぎゅうぎゅう絞っちゃうと良くはない。なので、軽めにちょっと絞ります。いや、でもこれ絞るの大変だな。おー、お水に浸してしまった。最悪。なんか余計汚してしまいました。お水にちょっとつけちゃった。そう。いやー、やばい。これ、乾いても着たくないな。ちょっと失敗かも。全然私の握力では綺麗に絞れない。悲しいお知らせです。ちょっと私の握力が弱すぎて、全然絞れなくて、これはダメだっていう感じで、乾燥させられそうな状態に持っていけませんでした。この洗濯はなかったことにしてください。洗濯難しいですね。ちょっとこれは勉強し直して次回のチャレンジにします。今回、あと、これ今着てるのが1着で、あともう1着あるんですよ。初日で1回これ先に洗っちゃったのちょっと早すぎたな。2日間。今日もちょっとこれで着とくべきだったな。最初の1着目を1日で早くも洗おうと思って失敗してるでしょ？これ今日から日月火曜日までちょっとこの服頑張って着たいと思います。で、最後の服を水木金土4日間着ないといけなくなっちゃうのか。しまったな。1日で洗って乾かせばローテーションでなんとかなるとか思ってたのはちょっと甘い考えでした。洗濯に関してあまり予備知識なかったんで、次回までにどうやってこれをきちんと絞るとか、干すところまでいけるのかとか、ちょっと勉強しときます。失敗例として、普通にちょっと洗濯物に出させてください。多分、こんなベタベタで干しても、臭くなっちゃうと思いますね。このくらいとか、こういう小さいものを洗うのに留めておいた方が、ビギナーにはいいかも。トイレの天井の部分が取れ始めてきてるので、ちょっと補修してきます。やっぱりね、そんなに長時間は持たないですね、このガムテープだと。2日目のお昼です。先ほど子供にはお昼ご飯作ってきたんですけど、例えばここでお湯を沸かしてカップ麺とか食べちゃうと、子供も自分もそれ食べたいって言い出しちゃうんですよ。となると、今日も調理をする食べ物っていうのは難しいなっていう気配がしておりますので、なので、お昼ご飯また梅がゆ、サバかカツオかイワシ。缶詰は優秀なんで、特にお魚とかタンパク質が取れるので備えておきたいなって思うんですけど、今日もう2日目で暑いでしょ？で、もうずっとおかゆじゃないですか。徐々に食欲が減ってきてて、なんか何を見ても美味しくなさそうに感じてます。そろそろね、なんかちゃんとしたものが食べたいってまだたった1日目なんですけどね。今日はサバの味付けにしてみます。これね、備蓄で食べるの忘れてて、ちょっと賞味期限切れてたんですよ。またちょっとトイレの天井が崩壊しました。1日24時間ぐらいだったら何もわかんないですね。やっぱ2日目になってくると、ちょっとずつこう、いろいろボロが出てくるじゃないけど、辛さが見えてきた感じです。よいしょ。こんな感じで、ショバショバですね。お水がいっぱい。いただきます。塩分結構強い。いただきます。甘めで美味しいです。100円でこんだけたっぷり入ってたら、かなりお得かも。なんか、梅が丸ごと入ってます、梅。梅全然酸っぱくないわ。塩が抜けてますね。おかゆ全体は割と塩味が強いんですけど、梅干し自体はほとんど塩味が抜けてる果肉って感じ。多分、夏バテというか、暑くて、
クーラーも扇風機も使わず暑い中にいるので、食欲というか気力体力がちょっとずつ落ちてきてます。で、毎朝1時間歩くので、今日も1時間歩いたじゃないですか。いつもよりも体が重くというかしんどく感じました。1時間歩くんですけど、いつもだったらもうふわっと終わるんですけど、今日はなんか途中帰り後半とかでちょっとだるい感じになりましたね。もともと貧血気味なんで、ちょっと血が足りないじゃないですけど、その貧血の症状が現れてて、ちょっとした頭痛とか立ちくらみとかしてきてるんですよ。持病があるというか、貧血気味の人とかは、もう早いうちから鉄のサプリとか使った方がいいかもしれないです。こっちの青汁の方を試してみようかなと思って。で、青汁は食物繊維とか酵素とか入ってるらしいんで、まあお野菜がなかなか取れないので、とりあえず1個試してみます。はい。で、これを 100ml のお水に入れるらしいんで、これ多分、ちょうど100ぐらいじゃないかなって思うんですよね。なんかかき混ぜるのが欲しいな。これで混ぜ混ぜします。はい。それでは、こんな感じでいただきます。いやー、なんていうの？生野菜の生っぽさって、なんていうの？青臭さ？青臭さがすごい。青臭い。逆に言えば、野菜の代わりですから、野菜の代わりとしては、これで合ってるような気はします。ちょっとお口直しに、お茶がちょっとだけ必要です。そばの味付け美味しいんですけど、シャバシャバの汁がいっぱい残っちゃうのが、これ飲まなきゃいけないよな。いや、ちょっと飲み干すのきついかも。どうしよう。すいません、このスープの残り、ちょっと正直飲める気がしなくて、で、無理して食べると気分が悪くなったり体調を崩すのがあれなんで、で、本当だったら、粉で固めるやつを持ってるので使ってもいいんですけど、今回はこの染みてきちゃったよっていう洗い物用のやつがゴミにあって、その中にティッシュのゴミを詰めて、ちょっとこれに吸わせてみようと思います。ちょっともったいないんですけど、ティッシュ追加でくれてます。だいたい吸ったかな？蓋をして、これで燃えゴミで出しておきたいと思います。こういう汁物系は特に匂いがきついですね。ゴミから出る匂いが結構充満しそうなんで、今回は流しで洗って分別に入れさせてもらうんですけど、災害時だったらゴミぐらい避難所のだいぶ離れたところに置いて多少匂ってもしょうがないかなと思うんですよ。で、なんでトイレはそれはできないかっていうと、トイレを人気のない暗い避難所から離れたところにあると今度は危険なんですよね。夜とか子供が一人でトイレに行くじゃないですか。で、その行き帰りとかにどんな目に遭うかわからないんですよ。実際悲しいことにそういう事件が多いので、トイレはなるべく出入り口とか他の人が監視できるエリアに設置した方が私はいいと思うんです。だからこそ匂い対策が非常に大変になるんですよ。で、なんか汗でベタベタしてるので、体拭いていこうと思います。でもね、使い捨ての大判のやつって防災訓練でもしない限り普段使わないんですよね。で、置いておくとどんどん乾燥しちゃうし、ただね、水が手に入らないとかいろいろあるとわかんないですけどね、実際。これは家に必ず 4,5 個は常に備蓄してあるようにしてあるんで、やっぱ体の表面をこうやって濡らすと爽やかくなります。暑い。2日の2時半です。買い出しに、子供と2人で、近所のスーパーに行ってきたんですけど、なんだよ。母ちゃんがいなかったよ。ここにいるよ。で、もう外はめちゃくちゃ炎天下で暑かったです。あと、今日は家の中の避難なので使ってないんですけど、セカンドストリートで300円で買ったんですけど、タープ。これ裏側が銀が漂着してあるシルバーコーティングのやつで、
これだと日差しをかなり防いでくれるんですけど、夏場の日なんで本当に日差しは死んじゃうぐらい暑いんで、日差しを遮れるものっていうのが常備しておいた方がいいかなって思います。4時半ぐらいなんですけど、夕方で日が傾いて、こう家の中まで太陽が入るようになって、今29度です。いやー暑い。バテて食欲はないんですけど、家族の食事を作ってるとお腹が空くので、間食にこのシリアルナッツを食べたいと思います。でね、これも100均で1袋100円なんですけど、私すごい気に入ってて、お腹は膨れるんですけど、甘すぎず、鉄分とかね、いろいろ栄養素も含まれてるので、間食として食べても罪悪感がない感じでもちょっと食欲が落ちてきて、なんかどれを見ても食欲が微妙になってきちゃいまして、シナモンが効いてて美味しいです。なんか半分ぐらい食べたところでもうお腹がいっぱいというか、食べる気がなくなっちゃいました。暑すぎるので食べやすさ重要かもしれないです。気分的にはもうおそうめんとか冷たいものが食べたい。冷やし中華とか。やっぱりこの暑さにやられてる感じがするなっていう。うちにあるやつであと食べれそうなのってゼリー飲料あれ系かな、ゼリーかな、フルーツの缶詰とか病人向けのラインナップ、もうおかゆもそうですけど、そういうのが災害時まずは一番食べやすそうです。もう夕方5時なので、今日のクールタオルの営業終了で2回ゆすいで、あとはまた乾かしておきます。なんかね、ちょっとずつ手にお水が染みてくるようになってる気がする。4、5回はアイラップの1枚で洗濯できたので、もう頑張った方だと思います。早く大量のお水でしっかり洗濯物がしたいですね。はい。今、7時半ぐらいです。で、ちょっと暗くなってきたので、またこの電気をつけようと思います。これほんとめっちゃ便利。よいしょ。全然電気消費しないし。今日も8時ぐらいに寝ようかな。太陽と共に寝て、太陽と共に起きるのが、一番電気は消費しないんで。だとやっぱり朝4時ぐらいから目覚める生活になるのかな。結構原始的な生活しますね。はい、それでは今日はここで寝たいと思います。8時過ぎぐらいです。というわけで今回もこの動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もしもよろしければまた3日目のチャレンジの方もご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。